はいどうも、原神ユーザーの皆さん、こんにちは、こんばんは、ただのハゲです。よろしくお願いします。今回なんですけど、ピックアップガチャで今実装されている、超運ですね、について、解説やっていきたいと思います。よろしくお願いします。そしたら、ざっくりとしたキャラ説明の方からさせていただきます。通常攻撃は通常攻撃となってます。はい。スキルの方が、エリアを作って、エリア内の片手剣、体剣、槍ですね。が、氷幻想攻撃になるフィールドを張ります。プラス、スキルを使った時に氷幻想のダメージを与えるっていうところですね。はい。元素爆発の方が、3本の槍を放って、氷元素の範囲ダメージを与えるといった効果になってます。で、一応3本なんで、スキルダメージ 242×3 で 716% のダメージとなって、特徴としては元素エネルギーが40、クールタイム12。はい、これどっかで見たことありますね。はい、勝利と一緒でございますっていう感じで、特徴としては、スキルの元素爆発が回しやすい、プラス効果力っていう点では、そこは勝利と結構似てますね。はい。で、突破で上がるステータスの方が攻撃力。元素が氷っていうところが特徴ですね。武器の方はわりかし自由に選べると思います。今ちょっとこちらの剣をつけてるんですけど、狼の末路でもいいですし、天空でもいいと思います。はい。元素爆発を回したい方は、チャージ効率がついた武器、セーフ、またはこっちっていうような感じですね。はい。元素爆発は多少遅くてもいいよ。でも攻撃力は一瞬の火力として出したい人は、狼や、会心ダメージが乗るもの、または、クリティカルが乗ってるものですね。旧貴族の体験で会心率をもちろん上げてもいいですしっていうところで結構武器は幅広く選べるかなと思います。で、生物の方が一応おすすめのセットは旧貴族かなとは個人的には思います。どちらかといえば、このキャラで火力を出すっていうわけではなく、このキャラで元素反応を起こして火力につなげてあげるキャラとしての、使い方が多いと思うんで、旧貴族が元素爆発のダメージ上がりますし、はい。元素爆発を起こしやすいキャラなんで、この4セット効果も生きるんじゃないかなっていうところで、旧貴族がおすすめとなります。次に何突まですればいいのっていう話になってくるんですけど、はい。個人的なこれは意見になるんですけど、使用段階は、パーティーに入れるか悩む時点は2突となってます。はい。2突の効果の方が、スキルを使ったエリア内の元素スキルと、元素爆発のクールタイムが 15% 減少するっていう効果になってまして、はい。エリア内で、クールタイムが 15% 減少するんで、もちろん、超運のこのクールタイムも、12秒から、15%引くと10秒ぐらいになりますし、はい、こちらのスキルの方もね、はい、クールタイム15秒とちょっと長めなんですけど、15% 減少すると、12.8 秒ぐらいで、結構割とスキルのクールタイムは早いっていうような感じですね。あと、固有添付の方が、こちらはあんまり強くは感じないんですけど、はい、通常攻撃がちょっと速くなるっていうような感じですね。はい。では70の解放の方だと、スキル攻撃の一番最後に、氷範囲ダメージを与えて命中した敵の氷耐性を 10% 減少するという効果になってますんで、元素爆発との相性がいいっていう感じですかね。はい、70まで解放すれば元素爆発との相性は20丸というようなこういう添付になってます。はい、要はこのスキル打った後に、このスキルが終わった後に、氷の耐性 10% ダウンが入ってるんで、元素爆発をして終了という形となります。話それちゃったんですけど、はい、2突までするのが、一応使用段階かなと個人的には思ってます。で、4突目も結構強くて、氷元素の影響を受けた敵に命中した時自身の元素エネルギーを1回復するっていうところでね、2秒ごとに1回なんで、はい、そんなに回復はいっぱいしないんですけど、あったらいいなぐらいですかね、これは。はい。で、貫突が、元素爆発の3ヒットのものが4ヒットになる、プラスダメージが上がるよっていうような感じですかね。貫突も結構強いですね。でも、実質パーティーに入れるとなると、2突あれば十分じゃないかなと思います。で、それではね、今武器の方がこちらの、一応星5の武器になるんですけど、見ての通り、一番適正、みんなが参考になりそうな
武器で言うと無凸の星5の武器のレベル70ぐらいがちょうどいいのかなと思って、はい、こちらは選ばせていただきました。ご了承ください。現在のステータスの方が一応攻撃力1918の、氷元素ダメージバフが入ってます。で、会心率ちょっと低めですけど、はい、会心ダメージは 158%、チャージ効率が 128% っていうところですかね。今生物は氷元素ダメージバフの方を入れてるんですが、なんで物理じゃなくて氷元素ダメージを入れてるのかっていうと、まあどちらかというと元素爆発を打ったり、フィールド内だと氷攻撃に変わってしまうんで、まあ氷元素ダメージバフの方を入れた方が、火力につながるんじゃないかなと思い、そちらを入れてます。はい、そしたらざっくりダメージ紹介の方をしていきたいと思います。で、バフの方が、ちょっと会心早く出したいんで、こちらですね。はい、チーム全員の会心率が上がるっていうバフをつけさせていただきます。まあ、攻撃力には一切関係ありません。はい、スキルの攻撃から、はい、9044ですね。はい。で、この中だと通常攻撃が、まあ、大体このぐらいですかね。はい。レベル70の武器で大体このぐらいとなってます。はい、次に元素爆発ですね。元素爆発の方が見にくいんですけど、まあ、8000っていう、字が見えてると思うんで、8500、はい、全部クリティカルだったら、それが、無凸の人だったら3本ですね。だいたい2万前後のダメージになるんじゃないでしょうか。はい。で、全部クリティカルで、プラス貫突されてる人の場合は4本扱いになるんで、まあ、3万強じゃないですね。3万から3万5千ぐらいのダメージになると思います。元素反応の方をさせてダメージの方を見ていきます。炎からのスキル攻撃でドンと1万4123。はい、はい、そしたら、次に元素爆発ですね。炎からの元素爆発ですね。はい、1万3000っていうのが見えてると思うんで、多段ヒットでまあ結構妖怪もしっかり入ってくれるんで、まあ、単純に 13,000×3 だとしても、まあ、4万近いダメージが入ってる計算となります。なんでこんだけじゃあ、ダメージ高いのってなってくると、まあ突数でここのスキルレベルも3上がってるんで、はい、実際、無凸の人とか、ここが2から3凸の人っていうのはもうちょっと、ダメージの方が落ちるんで、実際のところは妖怪込みで1万 ×3 ぐらいで、計算してもらえたらなと思います。まあ、1万または8000から1万ぐらいですかね。なんで2万4000から3万ぐらいのダメージになるかなと思います。でこれが一応レベル70の、無凸の星5武器でやった時の趙雲個人の性能となりますね。で、注目してもらいたいのが、何点かありまして、スキル一発ドンで回復できるのが、まあ、約こんだけですね。はい、これ別にチャージ効率積んでないんで、チャージ効率なしで、約3分の1ってわけじゃないですけど、もうちょっと回復してるんですけど、はい、半分いかないぐらい回復するんで、少しチャージ効率を積めば、2発ぐらいで元素爆発はだいたい溜まるようになってます。はい、まあ、元素爆発もりもりでいけば、もしかしたら一発で回復できるぐらいになるんじゃないかなと、思ってます。はい、まあ、ここが、趙雲のいいところの一つですね。趙雲について聞かれること多いんですけど、まあ、ディルックと合わせると相性がいいっていう、話をよく耳にするんですけど、僕も最初の方、まあ、ディルック持ってる人結構相性いいんじゃないかなっていう風に、まあ、確かに相性は悪くはないです。はい、ディルックを持ってる人と相性がいいっていう理由が、これでドンでディルックに返ってバシッと殴って、でディルックが、妖怪反応をする、でまた氷をつけるっていう意味でね。で、まあ、こういう風にディルックの攻撃と合わせて妖怪反応がすぐ狙えるっていう部分で、まあ結構いいかなとは思いました。はい、一番実は合ってるキャラっていうのがいて、シャンリンが一番合ってるんじゃないかなとは個人的には思います。はい、で理由としては、まあ、これを置きます。でシャンリンで、はい、これでシャンリンで殴ってるだけで、妖怪が
はい、全部フルヒットで、妖怪が落ちるというような感じですね。妖怪がヒットするっていうような感じとなってます。はい、これ結構強くないですか？はい、これ妖怪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 ですね。はい、めちゃめちゃシャンリンとの相性がいいっていうところですね。サポート型にして火力がもし趙雲で出なくても、シャンリンと合わせてあげることによって、シャンリンが恐ろしいほどの火力を出してくれるんで、シャンリンを火力型にして趙雲をサポートとしておけば結構、パーティー的にもダメージが期待できるんじゃないかなと思います。他にも趙雲のいいところがありまして、なんか通販みたいだなこの説明他にも通販みたいになっちゃうんですけど、はい、趙雲のいいところっていうのがこれをやることによって、はい、他にもね、行く秋とかのキャラクターと合わせてあげることによって、こういう風に結構凍結が簡単に起こせるっていったところですかね。はい、すだれの効果で、すだれと普通にこういう効果を合わせれば、簡単に凍結をバンバン狙うっていうことも可能です。はい、であんまりこういう使い方してる人少ないかもしれないんですけど、弓やほうきであればこれのフィールドの影響を受けないんで、はい、これを貼ってこれで超電導を起こして通常で、フィッシェルが殴るとダメージが出るっていう使い方ももちろんできます。はい、これは、一応参考にならないと思いますけど、星5武器の貫突品を持たせて添付の方貫突してる、趙雲の最終形態ですね。もうちょっとここの辺のスキルレベル上がるんですけど、9は結構高い方なんで、このぐらい高かったらこのぐらいになるよっていうのをお見せしていこうかなと思います。はい、こんな感じで、19000、はい、19000っていう文字が見えたんで、妖怪反応で、一撃2万近いダメージは叩き出せます。はい、こんな感じでね、スキルの攻撃の方も19000と結構ダメージが出ますね。はい、で元素爆発も、このスキル攻撃と同じぐらい19000ぐらいだったら妖怪と合わせて出るんで、貫突で考えるとそれかける4で、7万から8万ダメージ。貫突じゃなくても、武器が、しっかり揃ってる方っていうのは、結構ダメージ的にも、星5のね勝利に負けてないぐらいの、ダメージは出るのかなと思ってます。はい、一応別に趙雲を火力が出したいからっていうわけじゃなく、これプラス、シャンリンとね合わせてあげることによってさらに元素反応っていう部分で、非常に趙雲は優秀なキャラなんで、ぜひ2突してる人は、趙雲を、パーティーに入れることも考えてもらってもいいんじゃないでしょうか。で氷ってなると、あと比較対象がガイアとか7とかになってくると思うんですが、趙雲の強みとしては元素爆発が軽いっていう点と、あと2突でクールタイムの短縮が入ってるんで、パーティー全体のね、スキル回しが楽になる。元素爆発ももちろん15%、減少するんで、元素爆発の方も周りが速くなるって点では、趙雲全然、パーティーに入れるのもありだと思います。ただ、パーティーに入れるのを仮定すると、2突してなきゃ入れなくていいのかなという性能にはなってるかなと思います。はい、そしたらね、少しタルタリアと遊んで終了となります。投稿も一つの選択だよ。俺は敗者に優しいからね。好きやり。こんな感じでね、はい。らしくないね。シャンリンと合わせてあげれば結構ダメージが、期待できるっていうところですかね。はい。こんな感じですね。はい。悪くないな。でちなみにダメージもこれと合わせてあげると、合わせてあげれば、こんな感じでね、
25000が多弾するみたいな感じで、一発のダメージっていうのも高いですし、ベネットとの相性も結構悪くはないんで、こんな感じで、ダメージ的にも申し分ないですし、2突をしていれば、今出すと12秒、はい、こんな感じで、今 10. 点何秒からスタートしたのが分かると思うんですけど、こんな感じで、スキルを、早く出せるっていう点でね、2突さえしてしまえば十分、パーティーに、加えられると思います。一応今、趙雲をメインベースとして火力はもらせていただいたんですけど、別に趙雲に、火力がなかったとしても、シャンリンとか他の炎キャラクターで、合わせてあげることによって、2突さえしてしまえば結構、汎用性が効く、氷のいいキャラなんじゃないかなっていうところで、ご紹介、解説の方まとめさせていただきました。結構火力面と、サポート能力、攻撃力とサポート能力っていう、火力面のサポーターとしては結構優秀な部類に、入ると思いますし、汎用性っていうのも効くっていうところで、どのパーティーでも結構使いやすいなっていう点では、趙雲非常に優秀なキャラなんじゃないかなと思いました。今回はこんな感じで動画の方を締めさせていただこうと思います。趙雲思ったより強いやんけと思った方は高評価、趙雲よりガイアやナノの方が好きっていう方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたしますって感じで、今日の動画はここまでとなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。